皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは指数入れ替えイベントについて、1月末に予定されている指数入れ替え、これによる各銘柄のインパクト、特に大きくインパクトが出そうな銘柄というのをご紹介したいと思います。当チャンネルの主力テーマの一つである指数入れ替えイベントのインパクト計測は毎月1回ずつ更新されますが、1月末はトピックスの入れ替えが非常に大きなものとなっています。またトピックスに関しては四半期おきに大きな入れ替えが常に予定されており、1月、4月、7月、10月とそれぞれのタイミングでインパクトをご紹介する予定です。またその他の月には別の指数入れ替えがありまして、例えば3月、9月だと日経平均2、5、8、11の四半期おきには MSCI の入れ替えといったように、それぞれの月で大きなインパクトが出る指数、その構成銘柄というのをご紹介しますので、よろしければチャンネル登録していただければ幸いです。またそれぞれの指数において入れ替えの基準となるタイミングが若干違いますので、今回トピックスご紹介しますけれども、トピックスの場合は指数理論上は月末最終日のオープンから新たな構成に変わるということなので、基準点となる取引対象のタイミングというのは月末最終営業日の1日前のクローズ引けのタイミングとなります。ですので、指数入れ替えの対象で大きなインパクトが出る銘柄に関しては、月末から2営業日前、1月30日の引けのタイミングで大きな出来高が出るはずです。なぜ指数入れ替えの対象になると大きなインパクトが出るかと言いますと、例えばこちらのチャートを記録しているとある銘柄がトピックスの構成銘柄に含まれているとすると、皆さんもよくご存知の日銀が大量購入している ETF、あるいは年金運用、投資信託といったトピックス連動型の運用をしている機関投資家がこぞってトピックスの構成割合通りにその銘柄を保有することになります。仮にこの銘柄がこちらのタイミング、月末2営業日前のあたりでトピックスの構成割合で大きな引き上げあるいは引き下げ、そういった変更が予定されている場合は、この銘柄に対する機関投資家からの受給が発生しますので、この矢印の基準となるタイミングにかけて証券会社が株券を斡旋します。例えば大きなウェイトの引き上げとなると株券が欲しいということになりますので、機関投資家はこの矢印のタイミングに極力近づけて買うことが想定されていますが、それを斡旋するための証券会社としては、そのタイミングで同時に必要な株券を集めることができるとは限りませんので、事前にですね、前もって集めておくということが実務上行われている。あるいはある程度付属している場合、レンディング、貸し株を使って一旦需要に当てがっておいて矢印の後から買い戻すといったことも行われています。その比率のイメージというのがだいたい事前に8、事後に2という割合で調達されているというのを以前ご紹介いたしました。当チャンネルでは独自に入れ替えの対象となる銘柄のインパクト、ある程度買いとなる需要、あるいは売りとなる供給の株数というのは各銘柄計算できますけれども、その株数が需給発生した場合に株価に対してどれくらいインパクトがあるかというのをあくまで目安となる程度ですけれども推計を行っています。どのような推計を行っているかと言いますと、出来高に対する株価の値幅というのを一定の期間で平均します。具体的にはそれぞれの日の高値と安値の間の値幅、これが発生するにあたってどれぐらいの出来高を要したか、そういった考え方をとっています。もう少しわかりやすく表現しますと、例えば青の枠で囲った日、出来高が期間内で最も多かった日ですけれども、高値から安値にかけての値幅というのはいつもと同じぐらい。一方で高値から安値の値幅が最も大きかったこちらの日においての出来高というのは先ほどの日の約半分程度となっていますので、青の枠で囲った2日間においても右側の方が株価を動かすエネルギーとなる出来高は少なくて済んだというような判断ができます。これをですね、一定期間、各銘柄同じ期間で計測して平均を取ることで、だいたい 1% の株価を動かすのにどれぐらいの出来高が必要かという考え方をもとに株価へのインパクトを推計しています。それではお待たせいたしました。今回1月末にトピックスの入れ替えで大きなインパクトが出る銘柄。まずは買いの方でご覧いただきますとこちら。一番上のキオクシアホールディングスは新規上場による新規の組み入れ銘柄となります。世界中でトピックスに連動して運用されている資産というのは
およそ100兆円ありますので、それをもとに売買株数を計算すると、売買代金としてはこちらの列、記憶シェアの場合だと260億程度となります。そしてこの売買株数を処理するのに、平均の1日あたりの出来高で割り算して何日分の株数の受給になっているか、それを示したのがこちらの列。また一つ前のスライドでご紹介した 1% 株価を動かすのに大体必要となってくる出来高。これを計算した列一つ右を挟んで、それを元に売買株数の需要供給を株価へのインパクトに換算したものがこちらになってきます。各銘柄で計算したものを売買代金順で並べ替えたときにこちらのリストになります。そうすると先ほど申し上げたように260億円の買い需要となる記憶シェアがダントツで1位。これを例に各銘柄のデータどのように見ていくかお話ししますと、一つ左の列売買株数は約1300万株となっています。一方で平均の出来高日数で換算すると 0.9 日と約1日弱の出来高分ということで、記憶シェアの直近の平均出来高は1日あたり1300万株ちょっとと、ほぼ1日の取引があれば処理できるような需要ですよという意味合いです。例えば平均の出来高日数の列が10日というふうに入っていると、今回のトピックス指数入れ替えによって発生する需要が10日分の出来高に値する、それぐらいのインパクトが大きなものになるよという意味合いですね。一方で出来高というのは流動性を示す数値ですので、実際にその出来高が大きい小さいで株価に変動を与えるかどうかというのはまた別の話。先ほどご紹介した計測方法を用いて 1% 動かすのに大体必要となる出来高を計算した上で予測される株価変動を一番右の列で示しています。記憶シェアだと 5.5% と、出来高日数換算すると 0.9 日とそんなに他の銘柄よりも大きく出ませんが、パーセントに換算すると 5.5% と、リストの中でもそれなりに遜色ない数字にはなってくると。こういった差が見られるようになります。ですので今回の入れ替えでダントツで注目を集めてくるのは記憶シェアホールディングスの新規採用。それに続くのは約60億円の買い需要のコスモス薬品。さらにはテクノプロホールディングス、ウェザーニュースと続きます。この4銘柄について株価の変動を先週末時点までご覧いただきますと、記憶シェアの場合は新規上場ですので、単純に指数入れ替えイベントのインパクトによって上がっているとは言えません。特に直近に関しては下がり気味ではありますが、月末にかけては再び買い需要が高まってくる。その谷間となるタイミングで拾えてくると、短期的には面白いかもしれません。一方、コスモス薬品に関しては、すでに徐々に上がりつつある傾向。指数入れ替えによる鞘取りを狙った悪質な機関投資家もいますので、買い需要となる銘柄が逆に当日に大きく売り下げられるということもあります。すでに過熱気味で需要以上に株価が伸びているなというような銘柄はあまり深追いしすぎないことも賢明な判断と言えるでしょう。テクノプロホールディングスはそこまでボラティリティ高くなく、まだ大きな動き見られません。またこういった大きな売買代金としてたくさんの資金流入が見込めるといった中でも、当然大型株より小型株の方が株価に対するインパクトというのは大きなものになりがち。言い方を変えれば恩恵を受けやすいということになります。今度は出来高日数での換算、この列の並び替えでリストをご覧いただきますと、当然ですね、流動性の低いような小型株というのがリストの上に上がってきます。例えばこの中だと、坂田の種、あるいはオープンアップグループ、下から2番目の前田高専。こういったところは売買代金の列ご覧いただきますと、グラフ潰れてしまってはいますが、10億円から20億円程度の資金流入が予定されている。一方で流動性に関してはそこまで高くないようなダントツの大型株とは言えません。こういった銘柄たち予測インパクトで独自推計しますと 6% から 10% のインパクトが出そうというふうに計算されていますが、それぞれの銘柄動きをご覧いただきますと、坂田の種や前田高専に関しては先週末時点で 4% 程度の上昇、一方でオープンアップグループに関してはまだ大きな動きが見られないということで、狙っていっても面白いかもしれません。今度は売りの方のリストをご覧いただきますと、こちら非常に歪なリストでご覧いただいていますけれども、トピックスの改変、詳しくは別の動画でご紹介していますが、もともと2000銘柄以上あるトピックスを時価総額の小さい銘柄、一定のルールに
達していないような小型株というのはトピックスから除外しましょう。約500銘柄ほど除外が予定されていますけれども、これを四半期おきに10段階ペースで2年半かけてどんどんと落としているタイミング、その最中にありますので、単純に先ほどの買いのリストのように一つの項目で並び替えを行うと、そういった小型株ばかりがずらっと並んでしまいます。ですので今回は売買代金が大きなもの、具体的には10億円を超える、表記上4桁を超えるものをピックアップした上で、さらに平均出来高の日数換算したものが大きなものを順番にご覧いただいているという形になっています。そうするとまずは下の4銘柄、ネットワンシステムズからアグロカネショウのところまで、出来高で日数換算した時には20日以上の大きな売り圧力、特にネットワンシステムズは380億円の売りと、ほとんど構成割合すべてを吐き出すような大きな規模感ですが、一方で右側予測のインパクトをご覧いただきますと、出来高の日数換算よりもかなり小さなグラフになっています。これはですね、各4銘柄すべてが買収案件になっている。つまり先ほどの予測インパクトの計算方法ですと、出来高に対する株価の変動がほぼない状況になっていますので、インパクトとしては全然出てこないと。このあたりが出来高の日数換算した時の数字だけを見るのではなく、株価のインパクトを推計していくことの意味合い、より流動性と株価の影響度合いというのを考慮したご紹介リストになっているかと思います。そうするとですね、実質大きなインパクトが出そうなのは、インテージホールディングス、アインホールディングス、東建コーポレーションといった順番になってきます。また、売買代金で最も大きな売りとなっている銘柄見ていきますと、レーザーテック310億円、ソニーグループの420億円、こういったところは大型株ですけれども、かなり大きな売り圧力になってきます。出来高日数や予測のインパクトでも、そんなに大きな数字にはなっていませんので、株の需給を斡旋する証券会社からしてもそこまで苦労するような案件ではないかと思いますが、入れ替えのタイミング、30日の引けのタイミングにかけては、株価の値動き、少し注意していった方がよろしいかと思われます。そして下の方に行くにつれて、例えばツルハホールディングス90億円の売り、これが 3.7 日分の出来高、6% 近くの売り圧力となっていますので、このあたりも非常に投資対象として検討されている方多くいらっしゃるかと思います。月末にかけて動きが出るかもしれないと頭の片隅に置いていただければ幸いです。ここまでで今回のトピックス1月末の入れ替えのインパクト、代表的な銘柄、売り買い別にご覧いただきました。1月末の指数入れ替えについては以上なんですけれども、冒頭少し触れました日経平均3月9月に入れ替えがありますが、指数側で計測の基準となる日、どういった銘柄構成にするかを判断するデータ、日経平均の場合は2ヶ月前の月末となります。つまり1月末の時点でのデータで3月末の指数入れ替えを組んでくるという形になりますので、実務上売買が発生するわけではないですが、1月末一つ注目されているポイントが日経平均ではあります。前回半年前の入れ替えでも対象になりましたけれども、日経平均の中で 10% の構成割合を上回ると、それを下回るまで各銘柄 0.1 ずつ構成株数が引き下がるように調整が行われるというルールになっています。そしてこのルールに該当する銘柄というのは皆さんもご存知の通り、現状はファーストリテイリングのみ危険水準にありまして、半年前に対象となった時に 0.1 下げられましたので、キャップ調整比率というのが 0.9 ですけれども、今回も対象となると 0.8 に引き下げられる。これに伴って構成の割合というのは 10% 引き下がります。この場合ですね、だいたいどれぐらいのインパクトが出るか、先ほどと同じデータで計算しますと、売却株数は3月末時点で3月末に発生する売却の株数は750万株、売買の代金単位がこれ1000株と書いているのが間違いで、750万株の売りとなります。そしてその売買代金というのが現時点で3650億円とかなりの規模売却となる予定です。ただ株数を平均出来高で日数換算するとだいたい6日分、インパクトとしても約 10% の株価調整になりそうだと。ですので日経平均は実務上3月の調整ですが、1月末データ上気にしていくことは、ファーストリテイリングの割合が 10% を上回ってくるか、そして上回ってしまって調整がかかった場合には、フ
ファーストリテイリング構成株数は 10% 引き下げとなりまして、大体予測インパクトとして株価 10% の調整と、10% というキーワードが3つ出てくる、そういった要注意事項になってきます。おそらくファーストリテイリングとしても、株価このインパクトを受けて下がるぐらいだったら、10% 上回らないで、キャップ調整を受けない形にしたいというふうに考えるはずですので、ファーストリテイリング株を大量に持っているような関係者、具体的には会長といったところが、あえて株を多めに売ってきて、構成割合を下げようとしてくる、そういった動きも考えられますので、そのあたりは要注意になってきますが、幾分構成割合というのは、自分の株価が他の銘柄よりも大きく下がらなければいけません。ファーストリテイリングに続くのは東京エレクトロン、そして3位がアドバンテスト、4位ソフトバンクですけれども、これらの銘柄たちがですね、逆に株価大きく上がって、ファーストリテイリングだけが一人負けしていくような展開になってきますと、10% の基準というのはだんだんと近づいてくる。もしかしたら、キャップ調整の該当にならないようなことも考えられます。どういうことかと言いますと、ファーストリテイリングは他の3銘柄よりも株価上がっていくには足かせがあるということですね。株価の推移ご覧いただいても、昨年末54,000円超えていたタイミングがありましたけれども、年明け以降は非常に難聴な推移が続いています。もしかしたら、ファーストリテイリングの関係者の中には、このまま1月末にかけてどんどん下がっていってくれと願っているようなステークホルダーもいるかもしれません。では具体的に半年前、前回キャップ調整がかかった時にはどのような動きしていたかご覧いただきますと、こちら。上半分のグラフが日経平均とファーストリテイリングを比較したもの。そして下半分のグラフはその差し引きですね。日経平均引くファーストリテイリングとなっていますので、どんどんと下にマイナスに掘っていくほど、ファーストリテイリングは日経平均よりも好調だったということを示しています。このイベントの場合ですと売り需要となりますので非常に判断難しいんですが、対象となるタイミング、直前には若干値動きありましたけれども、基本的には日経平均を上回るパフォーマンスが続いているということで、キャップ調整の非常に大きな売り圧力を当時はものともしない勢いで買われていたと、インパクトを吸収する以上の買い需要があったということですね。そこからですね、日経平均よりも難聴な推移になってきたのが10月の中旬以降のところですので、もしかしたらこの場合、証券会社としてもファーストリテイリングを引き受ける、そして処理していかなければいけない立場ですので、かなり好調だった当時は、ある程度持っておけば証券会社としても利益が出ると。ただそれが出なくなってきた、美味しくないなとなってきたタイミングで、ポジションを徐々に落としていたということが考えられます。ですので、データとしては1月末気をつけていきますが、実務上気をつけていった方がいいのは、3月末の前後、そして株価が好調だった場合は、どこかのタイミングで4月にかけても証券会社の売りの圧力が出てくる可能性が考えられるということで、こちらはまた引き続き来月以降もウォッチしていきたいテーマとなってきます。今回は指数イベントトピックスの1月末の各銘柄大きな需要供給が発生するリスト、そして少し早いですけれども日経平均で今後注目していきたい、特にファーストリテイリング気をつけていきたいポイントというのをご紹介いたしました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。